なっていうなるほどね。いいな感はありました。あれっていろんなその拠点を回っていろんな拠点を開放して上を開放していくみたいなゲームで、一つに思いっきりなんですよ。相場の方とか、あれはでも面白かったかな。でも今年一番面白かったもん。プレイしよう。いやあれもね、VTuber が出たらでもね、コンプレイでも展開するとそんな金かけてインディーズゲームみたいなことやってるこの人っていう面白さが多くて、新鮮でした。あれ面白かったですね。自分にとってはめちゃくちゃ面白かった。なるほど。あんま気にならないわ。でもなんかさ、その人の食べかけとかを食べることでその使い回しみたいなのがあるのよ。例えばもう汗だくできたユニフォームをはい次の試合で使ってねって渡して着るっていう。上やけどさすがに。でもなんかもうそこで嫌がってもと思う人もあるし。そうね。それはある。なるほどね。確かに。なるほど。まあまあ少しはね。じゃあ水さんだろうけど次行きますか。次の行きますか。はい。もう一周したか。いいね。臭いよ。臭いタイプ。できるのが臭いよ。あ、まあそれも込みでってこと。まあ臭くても。最近手帳関連の動画が続いていたと思うんですけど、2026年の手帳が発売するシーズンになっているので、またね追加で買ってきたものがあるので紹介したいと思います。でこちら神保町にあるとびちほぼ日手帳の、ショップに行って2026年の手帳を購入してきました。なのでそちらからまず紹介していきます。で手帳だけじゃなくてグッズもいろいろ買ってきたのでまとめて紹介します。じゃあまず一番メインの手帳本体から紹介します。私が来年のほぼ日手帳として選んだのはこちらマザー2のほぼ日手帳の本カズンサイズです。これねなんかもともともうこれを買うって決めていったわけじゃなくて、ちょっと実物を見ていろんなのを見てから決めようって思ってたんですけど、正直これはそんなに有力候補にはしていなくって、でもなんか実物を見たらなんかめっちゃ可愛くないって思っちゃってこれに決めちゃいました。表紙はツルツルの素材のちょっと硬めのツルツルの素材です。でこの絵っていうかこれ絵じゃなくて写真なんですよ。このマザー2の子たちのフィギュアが写真で撮影されたものをこう表紙に使ってるっていう感じで、このフィギュアもなんか初期の方に作られた特別なものらしくて、なのでよくよく見るとこう絵じゃなくてフィギュアだなっていうのがこの質感とか見ると分かるものになっています。でこのカラフルな表紙とこのキャラクターたちのデザインがめっちゃ可愛くて、なんかひときわ目に入ってきたのでこれにしてみました。可愛いですよね。私マザー2は自分でプレイしたことはないんですけど、ゲーム実況で途中までなんですけど最後まで見てないんですが見たことがあって、でマザー2じゃない無印のマザーの方はこっちは自分で途中までプレイしました。どっちも途中なのかよって感じなんですけど、まあでもマザーすごい可愛い世界観だなって、いい雰囲気の世界観だなって思ってたので、これを機にマザー2ももうちょっと知っていきたいなと思っていたりします。マザー2はほぼ日手帳の
生みの親である糸井重里さんが物語を考えているので、毎年マザー2関連のものは出るんですけど、こちらは特に可愛いなって思いました。こういうおまけのしおり的なものもついてきました。去年ね買ったのがこの久保田裕子さんのオリジナルサイズ A6 サイズのもので、これをこのペーパーメッセージの日めくりカレンダーを毎日貼って一言絵日記として使っているんですけど、来年はね実はこのペーパーメッセージの日めくりカレンダーじゃなく別のカレンダーを使おう、日めくりカレンダーを使おうと思っていて、でそのカレンダーがこのオリジナルサイズだとちょっとスペースが足りなくなっちゃうって感じだと思ったので、今回はこちらのカズンサイズを購入してみました。なのでだいぶ大きさが違いますよね。だいぶ大きくなりました、来年の分は。使おうと思ってるカレンダーは後ほど紹介します。カズンサイズになって1日1ページのページの他にこういう週刊バーチカルのページもあるので、こっちはどういう風に使おうかなってちょっと今は考え中です。でもここもうまく使っていけたらなって思ってます。で続いて買ったものはじゃあこちらは久保田裕子さんの描いた絵柄が表紙のほぼ日の方眼ノートになります。こんな感じで、これはね今使ってるこっちのオリジナルサイズの絵柄も久保田裕子さんの絵柄で、雰囲気が似てますよね。今このほぼ日の方眼ノートなんですけど、こっちもこれをモーニングページとして使っていたので Vlog でも結構登場してたと思うんですが、これがねもうちょっとで終わりそうなので、こっちが終わったらこっちに新しくしようかなと思って購入しました。これは同じ使い方ですね。モーニングページ、モーニングじゃない時もあるんですけど、夜に書いたりもあるんですけど、頭の中を書き出す用のノートとして使っていきたいと思います。中身は普通の方眼ノートです。ほぼ日手帳と同じ紙を使った方眼ノートですごい滑らかで書きやすいです。一枚一枚も薄くてページ数もたくさんあっていいノートだなと思います。で私が一番注目してたのがこのたまごっちとのコラボなんですけど、たまごっちねすごい懐かしくて、私もめっちゃ小さい頃育ててたんですけど、それのねグッズも購入してきました。でまずこちらたまごっちの付箋、このドットの絵柄で吹き出しが書いてあるのがめっちゃ可愛くて、これも手帳に使うために購入しました。この子は手帳っちというほぼ日手帳オリジナルのたまごっちらしいです。なんかちょっと口パッチの仲間みたいな唇っていうか、これはカズンサイズ用のほぼ日手帳の下敷きです。この大きさの下敷き、本の方にも一応透明の下敷きはついてきてたんですけど、このたまごっちの可愛いなと思って買ってみました。なんかたまごっちランド、たまごっち遊園地みたいな柄で可愛いなと思って、これも使いたいと思います。でこれ裏にも柄があって、こんな感じでたまごっちのこの宇宙船みたいな中の様子が書かれてるみたいです。ちょっと後でじっくり見ますが可愛い。ちょっと懐かしくて可愛くてテンションが上がるグッズです。こちらもたまごっちのグッズで、こっちは英語サイズのクリアファイルです。2枚入りになっていまして、2つの柄が入ってました。わちゃわちゃしててカラフルで可愛いなと思って購入しました。なんかここに入れてほぼ日手帳に挟んでもいいし、これ単体で使ってもいいかなと思って。柄はこんな感じです。後ろにもたまごっちがいます。次はこちら。これは
引き出しポーチっていうものになります。こういうクリアな PVC 素材みたいなのが私は結構好きで、このポーチあったら何でも使えるかなと思って買ってみました。青一色かと思いきやちょっと色の違う、分かりづらいかもしれないんだけど、こことかなんか黄緑っぽい色とか、なんか青でもなんかちょっといろんな色が組み合わさったようになってて可愛いなと思って買ってみました。意外と中身も結構仕切りが分かれててすごい使いやすそうだなって思います。外側にもポケットがあったりします。これも使っていきたいと思います。ちょっとスタンプも今回買ってみました。これスタンプセットになるんですが、こんな感じで3種類のスタンプがセットになったものを買ってみました。なんか手にゆるい笑顔の顔が描いてあったりしてなんか可愛いなと思って買ってみました。これも手帳に使っていきたいと思います。スタンプのインクを持ってなかったのでちょうどそばにあったこれを買ってみました。雫型でなんか可愛いピンクグレープフルーツっていう色を試しに買ってみました。いろんな色があったので使ってよかったらこれ以外の色も買ってみようと思ってます。こんな感じの色です。なんか映像では赤に見えるかもしれないけどピンクグレープフルーツっぽい色味です。名前の通りで、公式ショップでほぼ日手帳を買うとおまけがついてくるんですけど、今年はこの2つがおまけとしてもらえました。ボールペンは毎年ついてくるやつみたいで、今年はこのちょっと水色っぽい色のボールペンをもらいました。で、今年はこのロボットのペーパーウェイトがついてきました。開けてみます。このめっちゃちっちゃいんですけど結構しっかり作られててペーパーウェイトなんで意外と重さもあります。このお腹のとこに多分ちょっと見えないかもなんですが You love you っていう今年のほぼ日のスローガンスローガンって久しぶりに言った。スローガンっていうか合言葉なんて言うんだっけ、テーマが You love you なんですけど、それがこのロボットのお腹に書かれています。かなりしっかりしててかわいい。これも飾りたいと思います。いい感じ。ほぼ日手帳のショップで買ったのはそんな感じです。続いてじゃん、こちらの自分手帳 Days を購入しました。私が今使ってる自分手帳はこの自分手帳ライトになるんですけど、なんでね今年自分手帳 Days にしたかと言いますと、この自分手帳ライトには行動ログとかを主につけていたんですけど、引き続きこちらにも行動ログは書いていこうと思うんですけど、これの他にこっちのロルバーンダイアリーの M サイズに毎日の ToDo を私は書いていて、こんな感じで1週間見開きで1週間の ToDo を書けるようにしていたんですけど、なんかこれとこれをどっちも毎日ペラペラめくってあっち行ったりこっち行ったりでやるのが若干面倒かなって思っていたところがあって、なのでこの2つを1冊にしたいなって思いました。で、じゃあどうしようかって考えた時にこの自分手帳 Days の1日1ページタイプにまとめたらいいんじゃないかなってちょっと考えて、来年の2026年の分はこの自分手帳 Days にしてみました。こんな感じでこの1日1ページになっていて、こう T 字になってるんですよね。ページが真ん中に時間軸があって左右でちょっと分けられるみたいな感じの作り、ちょっと面白い作りになっていて、私が使おうと思ってるのは片方に今まで通り行動ログ、時間軸に沿って行動ログをつけて、
空いた半分に、その日のトゥードゥとか天気とか体調とかそういうのを書いていけたら1個にまとまって見やすいのかなって、一旦使ってってみて、そのうち使いやすいように変えていくかもしれないんですけど、一旦はそういう風に使ってみようかなって考えてます。あとこの月の目標と振り返りのページがあるのも毎月あるのがちょっと何気にいいなと思っていて、ここも活用していきたいと思っています。はい、そんな感じです。ざっと紹介しちゃったんですけど、もし気になる方いたら自分手帳のサイトに詳しく中身載ってるので、そっちを見ていただけたらなと思います。そして最後に、先ほど来年のカレンダーはペーパーメッセージのやつじゃないのを使うって言ったんですけど、来年使いたいと思ってる日めくりカレンダーがこちらです。タイポダリウムっていう、確かドイツだったかなで作られてるカレンダー、日めくりカレンダーです。でこれ去年っていうか2025年分も本当は欲しかったんですけど、私が欲しいって思った時にはもう売り切れちゃってたので買えなかったんですけど、私は忘れず買うことができました。多分まだ買えるはずです。これの特徴はこの豪華な箱に入ってるんですが、こんな感じでフォントが毎日365日違うフォントで日付が書いてあるのが特徴です。めっちゃおしゃれですよね。おしゃれだし、フォント好きにはたまらない仕様なのかなって思います。これ表にはフォントで日付が書いてあって、その裏側にそのフォントの説明が書かれているのかな。なのでそこら辺も楽しめるのかなって思います。来年はこの日めくりカレンダーとともに1年を過ごしていきたいと思います。一旦これで私の来年使う手帳の購入は一旦落ち着いたかなって思います。実際に使い始めるのはまだ先になっちゃうんですけど、楽しみにどうやって使おうかなって考えながら実際に使うのを待ちたいと思います。これはちょっと例外中の例外なんですけど、私のオーディション番組だったらちょっともうちょっと許していただきたいところがあるんだけど、ずっと最年少で頑張らないと。じゃあ森脇君一旦こっちにいい？
とうございます。